オープン2シーターボディには当時国産自動車では実現されていなかった高回転高出力のハイメカニズム DOHC エンジンが搭載されていました。オートバイレースで好成績を収めた研究開発チームのリーダー安川勉さんがプロジェクトの指揮を執りました。もともとヤマハで本格的なスポーツカーを作りたいというのが一番の夢でしたから。しかしプロジェクトは中断を余儀なくされ YX30 は日の目を見ることはありませんでした。やがて持ち上がったのが自動車メーカートヨタとのジョイントというプランだったのです。自動車部長ということでね、昭和41年の2月にパーンと今日から君は自動車部長になってトヨタ2021をやってもらうよって僕は川上に言われたわけ。トヨタの開発責任者は川野二郎さん。川野さんの目標は世界トップレベルの性能とクオリティを備えた車を作ることでした。もう本当になかなかね、アメリカで走れる車がなかった、日本でね。それで僕は何でもいいからね、今もう手持ちの部品を使ってそれでアメリカで使える車ね、気持ちよく走れる車を1台作りたいと、そう思ってたんだ。1964年トヨタの社内で組織されたチームはわずかに5人という精鋭メンバーでした。車体、エンジン、デザイナー、各分野のスペシャリストにより設計が進行したコードネーム 280A のスポーツカーは美しいスタイリングに6気筒 DOHC エンジン、4輪ディスクブレーキなど当時の先進メカニズムを盛り込んでいました。この 2000GT の基本形式がですね、今の車の全ての基本になってるわけですね。その当時までというのはブレーキなんかはね、全部ドラムブレーキ、これはディスクブレーキでしょ。それからタイヤはラジアル、ハンドルはラック&ピニオン、それから四輪独立懸が全て今の車の乗用車の基本形式なんですよ。プロジェクトチームは4ヶ月という短期間で基本設計を作り上げましたが、実際に車を製作するにはトヨタの工場では不可能だという判断でした。製作の方はですね、やっぱりこれ一品商品ですから、やっぱりトヨタのマスプロっていうのにはやっぱりちょっと合わないというところがあったんじゃないでしょうか。考え方というのはそれまでの乗用車とはまるで違うということですね。そこで白羽の矢が立ったのが独自にスポーツカーの開発をしてきたヤマハ発動機だったのです。基本計画だけはね、であとはずっとこちらでもう開発の親方だったから、だから駐在をして、で実際にディーテルとかね、いろんなあれはヤマハのそのエンジニアがこう協力してやったんですよね。で作るのはもうヤマハが全部やった。世界トップのスポーツカーを作る若いエンジニアは新しい挑戦に夢中になりました。自分たちの夢を実現したいという気持ちの方が強かったからね。だから何しろとことん仕事をやろうという、また仕事がいくら忙しくてもその苦労だとは思ったことはありませんでしたからね。みんながそうだったから。でみんなで仕事しながら何しろもう新しいその知ってる技術をもう全部入れようというぐらいのことをやりましたからね。継ぎ目がないもんですからね、そういう点で製造現場では非常に苦労してこの形を作り上げたっていうところがありますもんですから、1回だけプレスで大体の形出しましてね、あとは手板金で作っていったわけですね。こんなの手作りでなきゃできないですから。十数人のヤマハスタッフは不眠不休でトヨタのメンバーとプロジェクトに打ち込み、およそ8ヶ月で試作車が完成しました。美しいスタイリングとスポーツカーとして世界水準の高性能、歴史に残る名車が産声を上げたのです。普通の図式を使って普通にやってたらもっと日にちがかかったし、こんな面白い車はできなかったと思うからね。
オートバイからマリンまでヤマハのさまざまな製品が並べられています。その中央に展示されているのがトヨタ 2000GT。 美しいフォルムからまばゆいゴールドの輝きを放っています。ドアを開けて室内を覗き込むと、インストルメントパネルには高級感のある本物の木が使われています。これこそがトヨタの開発陣が求め、ヤマハがピアノ職人の技で実現したローズウッドのインテリアなのです。長く伸びたボンネットには当時のクラウン用直列6気筒を DOHC 化したエンジンが収まります。ヤマハがオリジナルスポーツカーで培ったノウハウを生かし、出力150馬力を発揮する高性能ユニットです。最高速は215キロに達し、もちろん国産車最速を誇りました。高速域で空気の流れを味方につけるため低く構えたフォルム、リトラクタブルヘッドライトと大型のフォグランプは 2000GT のチャームポイントです。微妙な曲面で構成されるボディパネルはヤマハの熟練した板金職人によって一つ一つ丁寧に叩き出されました。軌道に乗った時点で1日に2日に1台ぐらいでしたね。職人芸ですね。だから徹底的にもう成功に作るという。67年本格的にスタートしたトヨタ 2000GT の生産は建物ができ始めたばかりのヤマハ岩田工場で行われました。当時は主力の二輪車は浜北工場が中心。岩田で初の製品がこのスポーツカーとなったのです。一台一台丁寧にほとんど手作業での組み立て。351台の 2000GT は全てこの岩田の地から生み出されました。トヨタで設計がスタートしてから1号車が完成するまでわずか1年、市販に移されるまで3年。新型車として異例に短い開発期間はトヨタ、ヤマハのプロジェクトチームの情熱、チームワークの賜物でした。すごい車が登場しましたが、スタジオには取材に当たった澤井記者に来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にこれほどヤマハが深く関わっていたんですね。そうですね。車好きの人たちの間では、ヤマハが関係していたということは知られているんですけれども、ここまでですね、エンジンも車体も全てヤマハが作っていたというところはちょっと驚きなんじゃないでしょうか。全然知りませんでした、僕は。そもそもこの 2000GT の GT っていうのは何なんですか？英語のグランドツーリングの頭文字なんですけれども、スポーツカーの中でも特に長距離を速く快適に走れると、もう最上級の車という意味なんですよね。その気持ちをこのネーミングにも込められている。はい、これ当時はいくらぐらいで発売されたんですか？国産車としては異例に高価格だったんですけれども、238万円。238万円。当時の238万円っていうと、中島さんどれくらいのこの感覚になるんですかね？そうですね。今から35年ぐらい前ですから、現在の価格に直せばですね、多分1500、600万円になるんじゃないですかね。どんな人買ってたんですかね。それだけ思いの込められた車ができたということですよね。しかもそのわずか短期間のうちに、そうですね。でそこにはやっぱりヤマハがなければ、ヤマハ発動機がなければできなかったという今の VTR ですけども、その辺取材して佐々木さんどうです？そうですね。本当にスペシャリストといえる人たちがですね、プロジェクトチームを組んで情熱を傾けたと。それがこういうですね、素晴らしい美しい車が出来上がったということになったんじゃないでしょうか。その車なんですが、実は当時銀幕にもデビューを飾りましてですね、一世を風靡しました。続けて VTR ご覧ください。屋根のないオープンタイプのトヨタ 2000GT。 しかしこの車は市販モデルとしては存在しません。
ある理由で特別に作られたものなのです。そう、映画「007は2度死ぬ」でショーン・コネリーと共にスクリーンをかけたボンドカーです。日本を舞台にした007作品の構想で、プロデューサーアルバート・ブロッコリの目に留まったのが 2000GT でした。しかし映画のためには俳優の顔が見えるようオープンにという依頼から、トヨタが2台だけ製作したのがこの幻のボンドカーなのです。世界レベルの性能の証明。 2000GT は当時の市販車スピード世界記録に挑戦しました。発売前の66年10月、足掛け4日78時間にわたって敢行されたスピードトライアルです。1周 5.5 キロのバンク付きコースを5人のドライバーが交代で燃料補給やタイヤ交換以外は止まることなく走り続けました。2日目の早朝からは台風による大雨強風という悪条件に見舞われました。で途中で思わぬ台風来ましてね。だけど雨風の中はやっぱり平均速度200何キロで走ってるんですからね。今やっちゃってなりませんよね。安定した性能がないとそれだけの成果は出なかったと思います。78時間1万6000キロ走行の平均時速は 206.3 キロ。3つの世界記録と13の国際記録樹立は高性能の証となりました。レースにも参戦し破竹の快進撃を見せました。67年4月に富士スピードウェイで行われた日本初の24時間レースでは、スタート直後から2台の 2000GT が圧倒的な速さでコース上を支配。夜の闇、突然の雨や霧もスピードトライアルで鍛えたマシンには敵とはならず、見事なワンツーフィニッシュを果たしました。本物だったということだと思います。今まで 2000GT を超えるスポーツカーが、トヨタにも出てないし、これから出てくるのかなという感じがします。美しくて、ロマンあふれる、日本が誇れるスポーツカーだという感じがしますね。輝かしい歩みを記したトヨタ 2000GT でしたが、生産はわずか3年で打ち切られることになってしまいました。利益を度外視したクオリティ、手作りの手間による高価格で販売の限界に突き当たってしまったのです。67年から70年の間に作られたのはわずかに351台。トヨタ 2000GT はまさに幻の車となりました。生産終了から30年の歳月を経て、30台以上もの貴重な名車がそのふるさとに集いました。どの車もオーナーの愛情を受けて素晴らしいコンディションを保っています。アメリカからも10台余りの 2000GT を持つコレクターが参加しました。Oh, it was the most beautiful car I'd ever seen. It was immediate life. I fell in love with the car. Best of a world-class Grand Touring sports car. Better, my opinion, better than Ferrari, better than Jaguar, better than Lotus. 青春そのものですよ。もう青春の塊だね。トヨタとヤマハの若きエンジニアたちが魂を注いだ車は今再び走る伝説となったのです。木型を作った人でも板金やった人でも組み立てだけしかやらなかった人でもね、 2000GT は俺が作ったんだって言うんですよ。だからいわゆるこれに関係した人は俺がこれだけの車作ったんだなっていう、なんて言うんでしょう、自負がねみんな持ってたと思いますよ。ここまでもう30年も40年もね残ってこんなに集まってきれいにして走ってるなんて、もう当時はもう全然考えもしなかったですから、そういう意味では本当に私も技術屋の妙利に尽きると申しますかね。
いい顔してますよね、皆さんね。当時の開発に携わった方々、自分が作ったんだ、こう夢とか誇りとかっていう言葉で自分の仕事を語れるのがすごく羨ましいと思うし、で皆さんにとって青春時代の賜物だったということと同時にですね、やはり日本のものづくりにとってもこの時期っていうのはやっぱりキラキラ輝いたその青春の1ページみたいな、そういう時代だったんじゃないですかね。そうですね。まだ今のようにね、自動車産業が国際競争力が高い時代ではありませんでしたから、まだ後発で自動車産業が日本の中で立ち上がって、日本の国内ではある意味モータリゼーションが始まった頃ですよね。でまだまだ自動車といえばですね、外国のメーカーの車の方がですね品質がいいっていうのが常識だったわけですね。でそういう中でこういう車ができた。である意味では今の自動車産業を予見させるような、車ですよね。ぜひですね紹介したい言葉があるんですよ。当時のヤマハの関係者の言葉でですね、こう言ってます。我々は自転車操業ならぬオートバイ操業をしていると。オートバイは止まると倒れるので前へ前へと開発をしていかなければならない。だから我々は失敗を恐れず次々と新しいものを作り出していったと、いうことなんですが、こういう言葉からどうです？だからやっぱり工業製品というのは最終的に形に残りますんでね、で同時にですねやっぱり歴史に残るような工業製品というのはやっぱりですね技術者の魂っていうかそういうものが入ってますし、デザインとしてもですね今でもこれ多分新車として発売すればですね十分通用するデザインだと思うんですよね。本当に美しい車ですよね。その辺はもう実感して車好きの沢井記者は。こういうですね技術者の情熱がきっと後のヤマハ発動機が F1 グランプリに出ていったと、それが今トヨタにもまた受け継がれていると、そういう脈々としたもののスタートになったんじゃないかというふうに思いましたね。でさて、今回ですね、こうして、2000GT の歴史が改めてクローズアップされるのには訳があるんですよね、佐野さん。はい、実はですね今回この本ができたんですね。アメリカにいる吉川さんっていうジャーナリストが作ったんですけれども、2000GT っていうのはトヨタとヤマハにいろいろ資料が分散していてなかなか今まで歴史が明らかになっていなかったんですが、そういったものを一つにまとめてこういう豪華な本を書いてくれました。本当に随分貴重な資料とか今まで企業秘密のベールに覆われて我々があまり見ることができなかった資料も多いそうですよね。こんな写真があったのかっていうぐらいびっくりするようなものもね、入ってます。市販はされてないんですよね。これ本屋さんではちょっと手に入らないんですが、ヤマハ発動機の方に問い合わせていただければ手に入るんじゃないかと思います。さてコマーシャルの後ですがまだまだミッドナイトへ続きます。